皆様こんにちは、セリナです。今回はコメント欄でご質問いただきましたクレドポーポーテの定番クッションファンデーションタンクッションエクラナチュレルと先月新作として発売されたタンクッションエクラルミヌの違いについてご紹介していきたいと思います。タンクッションエクラナチュレルは昨年の上半期のベストコスメにもたくさん選ばれたというとても人気のアイテムなのと、新作のタンクッションエクラルミヌも軽くてみずみずしいオイルのような高保湿ファンデーションなので気になっているという方も多いんじゃないでしょうか。今回はこちらの2つの塗り心地、カバー力、室内光と自然光での見え方の違い、4時間後のマスク崩れ、そしてお直しに使った時にどんな感じに仕上がるのかを見ていきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。また、タンクッションエクラルミヌはメインチャンネルで他のブランドの新作クッションファンデーションとの比較もご紹介しておりますので、ぜひこちらの動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。はい、それではルミヌとナチュレルの違いについて見ていきたいと思います。まずパッケージはこんな感じで、デザインは全く同じですが、新作のルミヌの方がナチュレルよりも一回り大きいです。パフの形状や厚みなどは全く同じものです。そして形状については、ナチュレルはクッションタイプではなくジェルタイプになっていて、ルミヌは通常のクッションタイプとなっております。カラーも同じオークルの10番ですが、手元で見るとルミヌの方が明るい感じがします。それでは顔全体に同じクレドポーポーテのオアールルミヌという下地を塗ってある状態なので、まずこちら側にナチュレルを塗ってみたいと思います。ナチュレルはブランドサイトに滑らかなツヤ肌を実現したクッションファンデーションという記載がありました。ジェルタイプなのでつるんとしたツヤが肌に乗ってくれるようなタイプです。そしてカバー力はこんな感じで、ある程度の赤みや色ムラはカバーしてくれますが、かなりハイカバーというタイプではないですね。はい、こちら側にナチュレルを塗ってみました。下地のみの方と比較しても厚塗り感や重さを感じることなく、自然でつるんとした肌に見せてくれています。近くで見てもこんな感じで、ジェルタイプのファンデーションが肌にピタッと密着してくれて、毛穴や凹凸などもつるんと滑らかに見せてくれています。こういった大きいニキビ跡などの赤みを完全にカバーするというわけではないですが、小鼻の横や色ムラなどはちゃんとカバーしてくれるので、自然な仕上がりですが、ある程度カバーもしてくれるファンデーションです。2022年の上半期のベストコスメをたくさん受賞していたアイテムというだけあって、やはり仕上がりはものすごく綺麗だと思います。では反対側にルミヌを塗っていきます。こちらは先月他のブランドの新作クッションファンデーションと合わせてメインチャンネルでご紹介させていただきましたが、軽くてみずみずしいオイルのようなテクスチャーで、しっかりと肌を保湿しながら、こんな感じのスキンケア後のようなツヤ肌を演出してくれるファンデーションです。夏場でも乾燥が気になるという方にとてもおすすめです。はい、こちら側にはルミヌを塗ってみました。ルミヌは何といってもこのスキンケアで保湿をした後のようなツヤ肌がとても綺麗ですよね。近くで見てもこんな感じで、みずみずしいクリームタイプのファンデーションが肌に綺麗に馴染んでくれるので、肌表面の乾燥が気になってファンデーションがうまく塗れないという時にもとても使いやすいテクスチャーです。そしてこちらもハイカバーすぎずナチュラルすぎずなちょうど中間的なカバー力のファンデーションです。はい、それぞれこちら側にナチュレル、反対側にルミヌを塗っている状態です。まず仕上がりについて比較してみるとこんな感じの違いで、ブランドサイトにはナチュレルは滑らかなツヤ肌を表現、ルミヌは華やかなツヤ肌を表現という記載がありましたが、ナチュレルはジェルタイプのテクスチャーなので、ジェルが肌にしっかりとフィットして
毛穴や凹凸を滑らかに整えて、つるんとしたツヤ肌を演出してくれているイメージで、ルミヌはみずみずしくてクリーミーなテクスチャーのファンデーションが肌の上に乗って、全体的にしっかりとツヤを感じるようなツヤ肌に仕上がっているイメージだなと思います。そして近くで見てもどちらもとても綺麗ですが、やはりテクスチャーの違いか、ナチュレルはこんな感じで肌にピタッと密着しているのに対して、ルミヌはファンデーションで肌を覆っているような感じの違いが出ています。そしてカバー力については、どちらも気になる部分はコンシーラーでカバーした方が使いやすいかなとは思いましたが、赤みや色ムラはファンデーションのみでもカバーしてくれるので、ちゃんとしたカバー力が得られますが、新作のルミヌが発売された時に店頭で BA さんにお伺いしたところ、若干の差だけれどルミヌの方がカバー力が高く感じるというふうにおっしゃっていて、私も実際比較してみるとカバー力自体は同じくらいですが、ナチュレルの方が肌に密着する感じで、ルミヌの方が肌を覆う感じな分、ルミヌの方が少しだけカバー力が高く感じました。そしてカラーについては、手元で見た時はルミヌの方が明るく感じましたが、実際に肌の上にのせてみると、ナチュレルには若干発光感を感じるからか、ナチュレルの方が少しだけ明るく感じました。そして肌表面を触った感じは、ナチュレルはみずみずしいジェルテクスチャーなので肌表面をつるんと整えてくれているのに対して、ルミヌはみずみずしいオイルのようなかなりしっとりとした質感なので、程よく保湿もしつつベタつきを抑えたいという方はナチュレルがおすすめで、しっかりと保湿をしたいという方はルミヌがおすすめです。2つとも結構似ていると思っていましたが、こうして比較してみると意外と違いがありました。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側がルミヌ、反対側がナチュレルです。自然光で見てもどちらも厚塗り感もなくツヤがすごく綺麗ですが、ナチュレルの発光感と少し明るさがある感じが分かりやすいと思います。ではここからは4時間後のマスク崩れについて見ていきたいと思います。マスクをする前にこちらのルナソルのスムースクリアパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間マスクのまま過ごしていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごして一度もお直しをしていない状態です。崩れについてどんな感じの違いがあるのか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。今日はとてもバタバタとしていたので、4時間の間に何度も汗をかく場面がありましたが、どちらもしっとりとしていて保湿感は続くのに、意外とドロドロに崩れてしまっているという感じではないですよね。ただ近くで見るとこんな感じで、ナチュレルはジェルタイプで膜感がある仕上がりだったからか、マスクがよく当たるところはマスクの摩擦でファンデーションが剥げてしまっているような崩れ方でした。ただ小鼻の横に汚く溜まってしまったり、ドロドロになってしまっているという感じではないです。反対にルミヌはこんな感じで、みずみずしいオイルのような高保湿なタイプでしたが、全体的にファンデーションが薄まっていくような崩れ方で、こちらもそこまでドロドロになってしまうという感じではなかったです。両方とも汗や皮脂にとても強いタイプというわけではないですが、皮脂崩れが気になるタイプの私でも何度汗をかいてもこんな感じで過ごすことができたので、崩れも気になりだすけどまだ保湿もしたいという今の時期にはすごくぴったりなファンデーションなんじゃないかなと思います。そして肌表面を触った感じは、やはりルミヌは塗りたてからかなりしっとり感があったので、小鼻の横や顔の中心などは少し皮脂によるベタつきが気になりますが、ナチュレルは膜感があるタイプなので、さすがに少しだけベタつきは感じますが、ベタベタしすぎてしまって不快という感じではないので、どちらも長時間保湿はしてくれますが、より保湿重視の方はルミヌがおすすめで、肌表面のベタつきを抑えたいという方はナチュレルが使いやすいんじゃないかなと思いました。どちらも汗が引いた後に水分が奪われてしまって肌がパサついてしまうということもないので、
保湿重視の方には特におすすめでした。では、皮脂が出ているところをティッシュを拭して、まずはナチュラルからお直ししていきたいと思います。膜感のあるジェルタイプですが、こんな感じで付属のパフでタップするようにつけていくと、ちゃんと綺麗に肌に馴染んでくれます。続いてこちら側にルミヌでお直ししていきます。ルミヌはオイルのようなテクスチャーなので、お直しで使ってもすごく綺麗に馴染んでくれます。こちらは乾燥が気になった時のお直し用としてもとてもおすすめです。はい、それぞれ上からお直しで塗ってみました。まずナチュラルはこんな感じで、塗りたてのようなつるんとした綺麗なツヤが復活してくれましたが、膜感のあるジェルタイプなので、パウダーが残っている部分はしっかりとなじませないと少しよれが気になる印象でした。ただパフでしっかりと押さえ込んであげればこんな感じで綺麗に馴染んでくれます。反対にルミヌはみずみずしいオイルのようなテクスチャーなので、パウダーが残っている上からでもかなり綺麗に馴染んでくれました。どちらもお直しにも問題なく使いやすかったですが、ささっと気軽にお直ししたいという時はルミヌのテクスチャーの方がより使いやすいかなと思いました。はい、ではこんな感じでクレドポーポーテの定番クッションタンクッションエクラナチュレルと3月に新作として発売されたタンクッションエクラルミヌの違いについて比較していきました。全体的に結構似てはいましたが、ナチュレルはジェルタイプ、ルミヌはみずみずしくて軽いオイルっぽさも感じるようなクリームテクスチャーというテクスチャーの違いが大きくて、つるんとした滑らかなツヤ肌仕上がりで、自然だけど毛穴や凹凸を綺麗に見せたいという方はナチュレルがおすすめ。夏場でもしっかりと乾燥対策したいという方や、お直しの時にもしっとり感をプラスしたいという方にはルミヌがおすすめだなと思いました。気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。